ども。開始早々満身創痍ですが、サブシステンスを150時間程度プレイして、拠点の回し方が分かってきたので紹介いたします。まずはプランターです。プランターは3つ設置しています。トマト鉢をかける2。残り5つにトマト、じゃがいも、人参、玉ねぎを2つずつ植えています。トマトはかなり優秀でそのまま食べてもよし、トマトスープにしてもよしで、さらに畜舎に与える餌としても他のものとは違い、水分を減らさないので重宝しています。じゃがいも、人参、玉ねぎはローストチキンリブの材料となります。序盤は冬になるまでに面を最優先に、隙間を埋めるようにトマト栽培をすると安定するかと思います。季節はちょうど冬なのですが、猛吹雪の中、クーガー狩りなど標高の高い山に行ったりしない限り凍えなくなるので、ウィンタージャケットセーターはおすすめです。昼間は探索に時間を当てたいのでアイテムの補給や整理は夜間に行うようにしています。昼間は現実世界で25分、夜は5分程度なのを覚えておきましょう。次に掘削機です。掘削機は4つ設置しています。掘り出すものの配分は水3、鉄鉱石1で回しています。水は容器を準備しなくても自動的にペットボトルに入った水になってくれます。ペットボトルの便利なところは水筒と違いスタックするところです。手も洗えるので長時間の探索へ行く際に役に立ちます。またブルーベリーをドラッグすることでブルーベリーウォーターを作成できます。腐らないので洞窟探索におすすめです。次に畜舎です。3つ設置していますが畜舎2つ分の最大値である6匹がバランスがいいです。飼育するのは鶏です。ウサギは大したものが取れないのでおすすめしません。鶏は0から10までレベルがあり、レベルが上がるたびに卵を産みます。10になるとホールチキン、羽、上質な羽、油が取れます。これを元にして作るローストチキンリブは他の料理に比べて、健康、体力のゲージの両方が上がりやすいので、最大値の125になるまで食べ続けます。発電機と暖炉は3つずつ設置しています。プランター、畜舎にぶち込むのに、ペットボトルのみでは水分が枯渇するので池や雪から汲んできた水筒の水を浄化します。3つだと効率が悪いので6個まとめてぶち込みます。水分ゲージはペットボトルで30、水筒の水で35ほど上昇します。肉は焦げ肉にすることによってリサイクルボックスの質量の変換効率が良くなるので、冷蔵庫がパンパンになったらおすすめです。明かりがなくドアがどこにあるのかわからなくて右往左往しています。冬場はわざわざ凍っている水面を割らなくても、雪が積もっている場所で水筒に詰めることができます。カーソルを合わせて E キーを押しましょう。バイオ燃料は動物を飼って手に入れましょう。ぶっちゃけ狼は取れる素材が少なく、数も多くて相手をするだけ無駄です。通り道や箱の近くにいて邪魔な時にやりましょう。なので基本的に熊を飼っていくことになるのですが小さい方。黒熊は狼と素材の量は同程度なので茶色いグリズリーを狩りましょう。ということで熊を転がしていきます。基礎の上に乗れば狼は逃げていきます。アマちゃんが、高すぎると登れなくなり、低すぎると熊が段差を乗り越えてきてやられます。また斜面だとそのようなことが起きるのでなるべく平坦なところにしましょう。ジャンプで登れる程度の段差にしましょう。攻撃を食らわないように若干下がって攻撃します。10回ほどぶち込めば倒せます。途中で逃げ出すことがあるので再度おびき出してください。熊のレベルが高いと基礎の耐久値が持たないかもしれません。そんな時はおびき出しに弓矢を使うなりして調整してください。倒したら手を洗うことと、基礎を解体することを忘れずに。素材の半分が返ってきます。忘れていましたが掘削機冷蔵庫、プランターのライトの電力削減など常に電源を入れるものは優先的にアップグレードしましょう。旋盤と蒸留機は急いで作らなくていいです。歯車が溜まってきたら考えましょう。拠点を建てる場所に制限はないので好きな場所に建てても構いませんが、利便性を考えると水場の近く、さらに言うと小さめの池が良いです。なぜ小さめの池かというと昆布や真珠は湖の斜面や湖底にスポーンします。潜って採取することになりますが、深すぎると欲張りすぎて溺れてダメージを受けます。水場だといっても滝や川だと昆布、真珠はスポーンしないので注意。また、強いて言えば雪山に近いところがいいです。設備やアップグレードに剣やロープがかなり必要になるのですが、剣が大量に取れるクーガーは雪山付近にスポーンします。反対側などに拠点を作ると雪山まで遠征しなければなりません。拠点の場所を決めたら、四角の基礎4つ、カーブの基礎を四隅に4つ設置することで真ん中にスペースが空きます。そこにハンターの襲撃で破壊されないように地面にしか置けない掘削機、畜舎を設置しましょう。ピストルはそんなに役に立ちません。ウサギや鶏をピストルで撃っても残骸が残るだけで素材は入手できません。また狼はともかく熊には無力です。死んでしまってスポーンした際に護身用として保管しておきましょう。ショットガンを優先的に作りましょう。動物相手にビビらず強気に出れます。
敵は大抵近づいて攻撃してくるので有効。ムカつく顔面にぶち込みましょう。狼は至近距離ヘッドショットで一発です。あと結構重要なのが小スペース化です。さっきからチラチラ映っていますが、収納箱の上に基礎の床面を合わせて設置。そうすると床面に収納箱が置けるので設置後に基礎を取り除くとマイクラのように壁面に重ねることができます。最後に発電機関連です。冬の間は大体吹雪なので昼夜問わず動く風力発電を多めに作りましょう。春先は夜間も無風状態が続くクソみたいな状況が続きますのでそこは我慢です。電力の調節は結局はバイオ燃料の発電頼りなので冷蔵庫などで常時垂れ流している電力を少なくできれば良いのです。また電力質量貯蔵庫は設置したらあとはアクセスする必要はないので壊されないところに端っこにまとめておきましょう。5分超えたのでこれくらいにします。何かわからないことがあったら気軽にコメントください。多分私も答えられないです。次回はリカーブ棒ダブルバレルショットガンレバーアクションライフルのどれから作ればいいかみたいなのを作ります。ご視聴ありがとうございました。